やっほー、みーちゃんです。今日はニュージーランドでの家探しについてお話ししていきます。まだチャンネル登録してない方はよろしくお願いします。それでは始めましょう。まず、最後に家探しで私がすごい悪い出来事が起こったので、それを最後に話すので最後まで見ていただけると嬉しいです。まずはどこで探すのか、探すプラットフォームがあるのでご紹介します。こちらは就職、仕事探しの時でも使える日本のサイト、ニュージーランド大好きコムで、次がトレードミー、これも職探しで使えるものです。あとは Facebook、 全部同じですね。そう、ニュージーランド大好きコムだと日本人がフラットメイト募集中とか、そういう日本のコミュニティの中で探せるものです。で、トレードミーは逆でローカルの、家探しとかフラットメイトっていう感じですね。で、ニュージーランド、日本と違うところがあって、まず一番大きい一つがフラットメイトがここでは主流なんですよ。日本だと誰かと一緒に住むっていうことないじゃないですか。アパート一人で借りて一人で住むか、あとは彼氏とかとも住む、友達と住むっていうこともほぼないと思うんですけど、ここはそれがなんか普通で、なぜかというと家賃が高いから。みんなでフラットして家賃を分け合うっていう感じが一般的です。それと、家賃が週払いです。日本だと1ヶ月単位だと思うんですけど、週払い単位になります。で、あとはここは、月金、礼金って日本も住む前に払わないといけないので、若干同じかなと思うんですけど、ボンドっていうのを住む前に支払わなきゃいけないんですけど、それが保証金で、そのフラットかアパートかっていうことと、あと会社によって違うと思うんですけど、だいたい2週間から4週間分の家賃を払います。でも基本的にそれは、物が壊れてなかったり、なんか異常がない限りは、退去時に返却されます。これがまず日本との違いです。いくつか住み方があるんですけど、紹介します。まず一つはホームステイ。ホームステイは、家族の中に入って一緒に暮らすっていう感じですね。なんで場合によってはお金払えば、食事も作ってくれたり、ただそこの家のルールとかがあると思うので、結構住みづらいと思うけど一番安く済むと思います。で、次、メインのフラットメイト。フラットメイトのいいとことしては短期間でも滞在が可能。特にワーホリで来る方はマックスが1年なんで、アパートとかの申請になると最低でも6ヶ月とか、今はだいたい綺麗なところだと1年が最低になるんで、結構ね、審査で落ちちゃうっていう場合があるし、いつまで住むかわからないからっていう点で、フラットメイトであれば、フラットとして入れば、そこら辺ね、期間考えなくて済むのでいいかなと思います。で、次に不動産会社とのやり取りがない。これがね、アパート自分で借りるってなると、やっぱりね、不動産会社と直接やり取りしないといけないし、いろいろね、英語力も必要になると思います。で、次が英語が学べる。誰と住むかによると思うんですけど、そのね、違う国の方と住めばコミュニケーションするのに英語を使わないといけないので、英語が伸びると思いますね。
でなんといっても一番はアパートと比較して家賃が安い。だいたい私が知ってるのはオークランドのシティの中でだいたいすごい安くて$150からだいたい350ぐらいがフラットメイトの1人当たりの金額かなと思います。その場所にもよるんですけど、で何がちょっと良くないかっていうとやっぱり人と住むので、キッチンとかお風呂とかあとトイレは共同だったり、あとは掃除などの役割分担がある。何週間に1回掃除するんで今日はこの日とかっていうのがあるみたいです。私はちょっとフラットやったことないんで分かんないんですけど、私の働いてる会社の人とか友達はみんなフラットメイトとして住んでるので、で最後にやっぱり人と合う合わないがある、ね、プライベートな空間がないっていう場合もありますね。そういう本当に寝る時だけ自分の部屋に入って他はキッチンとかはリビングルームとか一緒だったりするんで、はい、それがフラットメイトで、次はアパートを自分で契約する。これはねさっきのと比較してプライベートな空間が持てるので自由だし、日本みたいな感覚で入れると思います。ただ、不動産会社とのやり取りも必要だし、さっきも言った通り最低でも大体は6ヶ月契約になるので、そこら辺がちょっと難しいかな。例えば1年それがミニマムだとして、半年でも大体不動産会社って長く住んでくれれば住んでくれる人の方がいいし、こっちに住んでる人の方が絶対的に優位じゃないですか。日本でもそうだと思うけど、だからねそこら辺で自分が欲しいと思った物件を取るのは難しいと思います。特にビザもワーホリビザっていうのはかなりね永住権持ってる人とかあとワークビザ持ってる人と比べたらかなり弱いのでちょっと難しいかなと思いますけど、取れなくはないと思います。私の同僚も友達3人で合わせてアパート借りたって言ってたんで、できなくはないですね。あとは家賃が高い。これもその友達と一緒にね入ればいいんだけど、一人で入るってなった場合はフラットと比較して高いです。だいたい350から500ぐらい一人用で、あとは水道とかガスとか Wi-Fi が含まれてない場合は自分で手続きしないといけない。それがちょっとめんどくさい。あとこれが一番大事なんですけど、リファレンスって言って日本では確かないと思うんですけど、この人は大丈夫ですよっていう保証人ではないんだけど、そういう例えば自分の元同僚とか今働いてるところのマネージャーとか、あとは場合によって友達とかでも自分のことを知ってる人に多分その不動産会社の人たちが、連絡取ってこの人はどうですかみたいな感じで聞く、そういう情報が必要だったり、あと収入の証明が必要。給料明細を提出しないといけない。家賃が払えるかっていう証明が必要だったり、あとは場合によってはビザのコピーとかを聞かれる場合もあります。そうですね、そこがアパートの点で重要なところになります。でどちらにしろ必ず内見は言ってください。これだけは本当に私はねこれで痛い目を見たので内見は私はフラットも1回行ったことあるな。アポイント取ってただそこに行くだけなんですけど、アパートの場合だと一人で内見じゃなくて基本的にグループ内見、
その不動産会社がこの日に内見しますって言って、予約してみんながそこに行ってみんなで見るっていう感じが主流ですね。でちょっとねどういう内見の時の状況を一応レコードしたのでこの後載せます。参考になるか分かんないけど、別に内見自体はそんな難しいことはないんで、ただねどういう感じなのかって緊張する方もいると思うので、So there's a hotel as well. Hello. Are you going up or down? Okay, cool. We will get out at number 13. So this one fully furnished, 1 bedroom, 1 bathroom, west facing balcony, hot and cold waters included in the rent, and it's $430 per week. Thank you. Available 1st of December. So please have a look around. That's the bedroom there. This is the lounge. I don't believe the desk comes with the property. I think the desk and chair I think belong to the tenant. Yeah, so balcony, washing machine and dryer is there. But yeah, it will be cleaned up before someone comes in. で内見の時にねできれば聞いといた方がいいこととか知っておいといた方がいいことを説明します。フラットであればフラットメイトの人数とどんな人か、やっぱ日本人が前住んでたとかってなると結構ね綺麗だったりするんで、あとはベッドマットの裏とかベッドフレームとか、ここはベッドバグがいるんでそれを見る。あと冷蔵庫の中も虫がいたりするんで見る。あとは水圧の確認、その行った時にね確認できるかは分かんないですね。水が止まってたら無理だと思うんですけど、あと前の従業人はどんな人か、あとはミニマムステイですね。で水、電気、Wi-Fi、駐車場込みかどうか、あとは治安、家の周り、バス停とか駅とかスーパー、コンビニがあるかどうか、これを聞けば問題ないと思います。とにかくそこに自分で行って確かめた方がいいですね。もう写真と大体違うんで期待していかない方がいいです。本当にマジで本当にそこら辺ね、日本はすごいなって思いますね。絶対どんなにその内見行ってなんか人が住んでてクリーニング前でも絶対クリーニングして綺麗な状態で入れるじゃないですか。全然そんなんじゃないから、こっちは掃除も全然掃除したのっていうぐらいのところが多いです。そんな感じで家の探し方になりますね。で今私もちょうど家を探してて苦戦中です。なんか今はねやっぱり家を取るのが難しいらしくて、今私もアプライ中なんですけど行きたかったところは落ちちゃって、やっぱり私のビザがワーホリビザだから弱いだと思いますね。で一回ここに来てアパートを私1日だけ住んだんですよ。というのもそれが最悪の出来事で、
なんか私その時もう今住んでるここが仕事から1時間ぐらいかかるんですけど、それでねやっぱ大変じゃないですか。特に私夜遅く終わったりして帰ってきてまた朝から行く、その通勤だけで合計2時間とか、たまにここだとバスキャンセルになったり電車キャンセルになったりとか、バスに変わるんだけど、バスに変わるってことはもっと長くなったり遅れとかもあるから早めに着かないといけないし、そういうので余裕持っていくから余計時間かかるんですけど、それでねもう早くシティに住みたくていろいろ私も焦ってたんですね。でも何回も内見行って、でねやっぱり写真と思ってたとこと違うって言って期待外れになって、もうそれを何回も繰り返してやっといいとこを見つけてアプライしたんだけど、結局他の人に取られちゃってってなってたんですけど、そこの不動産の人が同じ建物の不動産の人が違うところあるよって言って紹介してくれて、そこの部屋が同じビルの違う部屋だったの。だから写真見る限りは良さそうだなと思ってたし、その人もすごいいい人だったからし、前見たところがねすごい綺麗でいいなと思ったところだったから、ここにいいかなって思って、ちょっとじゃあここに興味ありますって言ったんだけど、その提示された内見の日が私仕事で行けなくて、でももう本当にすぐ欲しかったから、じゃあ写真とビデオ送ってくださいって言ったら、じゃあ同僚に頼んで送りますって言って送ってくれたの。でもさビデオ見ればさまあわかるじゃん、大体写真だとあんまわかんないけどビデオだったらわかるじゃん。でビデオ見て大丈夫そうだなと思って、もう次の日か次の日ぐらいに入居でもう契約書っていうか契約書かを送って、でいざ当日その日鍵を取りに行って、でそこに入るともうサプライズよ悪い意味のサプライズ。まず入った瞬間匂いがもうすごくて、なんて言うんだろうね、タバコなのかカビなのかわかんないんだけど、もういられない匂い。とにかく窓を開けて、締め切ってたからね匂いが残ってるっていう可能性もあったし、とりあえず窓をずっとその日開けてたんだけど、結局ね匂いは取れなかったので、なんかあとカーテンの裏とかもカビがあったり、とにかくねいろんな欠点が多かったわけよ。でなんか全然思ってたのと違うってなってがっかりしたけど、ベッドマットレスも汚くて、でも契約しちゃったししょうがないってなって、でとりあえず寝たのよその日、しょうがなく。で朝起きたら冷蔵庫もすっごい臭くて、消臭剤をねここに100均があるから買って入れたんだけど、でずっと開けっぱなしにしてて、そしたら朝起きたら虫がゴキブリが私の手の裏に乗って上に乗って、こんぐらいでかい、こんぐらいか。でもはぁって私叫んで、もう手でこう追っ払ったけど全然その後探せなくって、もう嫌だってなって、匂いもね取れないし、とりあえず仕事行かなきゃいけなかったからその日は行ったんだけど、で夜帰ってきたら今度ちっちゃいゴキブリが3匹ぐらい便座の上にいて、もうそれで確信した、ここには住めない。であとその日寝て起きたらもう背中とお腹の横っ腹
がめっちゃなんか赤く虫でビチビチビチって刺されて、多分それベッドバグっていうんだと思うんだけど、もう痒くて痒くて、でゴキブリ事件もあるし、部屋も汚いし、匂いもあるし、プラスなんか違う人がそこに住んでたみたいで、まあ、同じ部屋ではないけど同じ建物ね、そこホテルアパートメントなんだけど、でその人の記事もなんかその人の部屋はもうカーペットもなんかネチョネチョだし、カーペットの下から100匹ぐらいちっちゃいゴキブリ出たとかで、その人の子供がなんかもうなんだろう、病気なんかアレルギーを持ってたのか分かんないけどになっちゃってっていう、もうそのホテルは最悪だみたいな記事を読んだの、その時に。でもう無理ってなって、っていうかさ、でもまず入った初日にそうなるのってありえないじゃん。普通害虫駆除とかしてあるし綺麗な状態であるべきなのにそうじゃないから、で不動産会社にいろいろね、その苦情っていうかね、あったことを伝えて、その写真もね、刺された写真も送ったし、それでもなんか改善しますとかって言ってたんだけど、結局なんかやってくれなさそうだし、もう私はどうしても無理ってなったから、まあね、これ話すごい長くなっちゃうんだけど、いろいろ話した結果、結局私はその住む前にね、ボンドを4週間分、1週間の家賃が460ドルだったから、それかける4週間分プラス先に入る前に1週間前に家賃払わないといけないから、その分を失って1日住んだアパートを退去しましたやばいよね。だから本当に皆さんにもこうなってほしくないから、必ず内見は行ってほしい。でも私はラッキーだったの。本当の契約書だったら、その6ヶ月間はそのボンドもし退去する前、6ヶ月前に退去する前はボンドの返却なしプラス次の人が見つかるまで家賃を払い続けなきゃいけなかったの、住んでなくてもね。だからそれを免れたからよかったけど、もうね、散々文句言って、あっちの不動産会社も多分諦めたんだと思うね、私がしつこいから。いやでも本当に日本だったらさ、解約金払えばさ終われるけどさ、もう大体2000ドルぐらいだよね、失いました。もうその時は本当にがっかりっていうか、もう終わったって思ったけど、今となってはいい勉強だったなって思うから皆さんに伝えてます。本当に気をつけてください。絶対行った方がいい。でここの不動産会社は本当になんかせこい感じがするから皆さん気をつけてください。ちょっと長くなっちゃったな。でもね、その写真をね載っけるので、本当にマジでよく見てから決めてくださいね。日本に来る前に写真で見て決めるのは良くないと思う。皆さん頑張ってくださいって感じで、ニュージーランドの家事情についてです。また私もね、早くゲットしてそのアパートの紹介とかできればなと思うんで、
幸運を祈ってくださいじゃあ最後まで見ていただきありがとうございます。高評価とインスタのフォローとサブスク、チャンネル登録お願いします。じゃあまたね、バイバーイ。